ちは、トシーブです。今日は、本当にプロペラがぐるぐる回るヘリコプターを、マインクラフトの統合版で作ってみます。プロペラはこのコマンドブロックで動かしています。パラパラ漫画のように、4つの羽の形を順番にコピーすることを繰り返して、プロペラが動いているように見せています。ヘリコプターの本体の作り方は、別の動画を用意しましたので、そちらをご覧ください。この動画では、プロペラの作り方と動かし方を中心に説明します。ハーフブロックを使って、本体の上に仮のヘリコプターのプロペラを作ります。縦と横に十字の形に作っていきます。羽と本体のバランスを見てちょうど良い大きさにします。プロペラの大きさと位置を見るのに便利なので、ストラクチャーブロックを使います。まず、コマンドでストラクチャーブロックを取得します。チャットの画面から、/give、@p、ストラクチャーブロック、と打つと取れます。ストラクチャーブロックは、プロペラと同じ高さの角になる場所に置きます。オフセットは、X が1、Y が0、Z を1にします。オフセットをセットして、位置が問題なければ、今度はプロペラがちょうど収まるように、大きさを調整します。今回は大きさは14になりました。ちゃんとプロペラが全部入ったことを確認したら、コントロールキーを押しながら、マウスの中ボタンを押して、データ付きのストラクチャーブロックを取得します。ここから、回る羽の形をコマごとに作っていきます。今回は4コマの回る羽の形を用意します。まず、1コマ目の羽を作ります。先ほど取得したストラクチャーブロックを置きます。そこに、さっきヘリコプターの上に作ったのと同じ、十字の形に羽を作ります。次に、2コマ目の羽を作ります。1コマ目の隣にストラクチャーブロックを置いて、当たりをつけます。2個置くごとに、1つずらしてブロックを置き、少し回った感じにします。次に3コマ目の羽を作ります。2コマ目の隣にストラクチャーブロックを置きます。この中に、ちょうど45度の斜めのバッテンの形に作ります。
斜めにした分、少し長く見えるので、外側の1ブロックは壊しておきます。最後に、4コマ目の羽を作ります。3コマ目の隣にストラクチャーブロックを置きます。2個置くごとに、1つずらしてブロックを置き、さらに回った感じにします。これで4コマの回る羽の形が用意できました。これから、プロペラを動かすコマンドブロックを組んでいきます。コマンドを組む前に、コピー元の1コマ目の羽の位置をメモっておきます。メモる座標は、ストラクチャーブロックに近い方の角と、その反対側の角の座標です。今回は、12、-60、167、と、25、-60、180、になりました。次に、コピー先のヘリコプターの上のプロペラの角の座標をメモります。ストラクチャーブロックに近い方の角の座標です。今回は、-5、-21、35になりました。チャットの画面から、/give、@p、コマンドブロック、と打って、コマンドブロックを取得します。コマンドブロックを置きます。最終的には、コマンドブロックをチェーンでつなげたいので、矢印の向きに気をつけておきます。コピーするコマンドを入力します。クローンの後ろに、コピー元の座標、反対側の座標、コピー先の座標の順で書きます。入力できたのでコマンドブロックにボタンをつけて動かしてみます。ポチ。世界の外にあるブロックにはアクセスできません、というエラーが出て失敗しています。コマンドブロックがプロペラから離れすぎているようです。このようなエラーが出ないようにするためには、プロペラがある場所を常に読み込むことができるように、ゲック領域をセットすると解決できます。コピー元のプロペラの場所をゲック領域に設定します。コピー元のプロペラがある場所の座標をメモります。次にゲッキングエリアコマンドでその領域を追加します。/ゲッキングエリア、アド、1コマ目の角の座標。反対側の4コマ目の角の座標を打ち込んで実行します。ゲック領域に追加されたようです。これでうまくいくか試してみます。ポチ。エラーが出なくなって、コピーが成功したようです。コピーできてるか自信がない場合は、プロペラを壊してから動かしてみてください。成功すると壊したところが元に戻るはずです。次に、2コマ目のコマンドブロックに取り掛かります。1コマ目と同じように、コピー元の2コマ目の角の座標をメモっておきます。1コマ目と違うのは、Z 座標だけのようです。
2コマ目の角の Z 座標は、183と196でした。コントロールキーを押しながら、マウスの中ボタンを押して、1コマ目のデータ付きのコマンドブロックを取得します。取得したコマンドブロックを、矢印の向きが合うように、奥向きに気をつけて隣に置きます。コマンドブロックを開いて座標を修正します。コピー元の Z 座標を、先ほど確認した座標に修正します。コマンドの種類を、チェーンに、レッドストーンを、常にアクティブに修正します。うまくいくか試してみましょう。ポチ。2コマ目の羽の形に変わっていますね。成功です。1コマ目と2コマ目でアニメーションできるようにしてみます。1つ目のブロックにレバーをつけます。次に、1つ目のコマンドブロックの設定を変えます。コマンドブロックの種類を、反復。チェックのチェーンを、8にします。2つ目のコマンドブロックの設定を変えます。チェーンの設定はそのままで、チェックのチェーンを2にします。レバーをオンにしてみます。1コマ目と2コマ目が繰り返し順番にコピーされて、ガタガタ動いているように見えれば OK です。コマンドブロックを反復で動かすと、コマンドブロックの出力が画面にずらずら出て、見づらくなってしまったので、出さないようにします。チャット画面から、スラッシュ、ゲームルール、コマンドブロックアウトプット、フォルスを入力します。少し待つと、画面に出ていたコマンドブロックの出力が消えていきます。ここまでできれば、3コマ目と4コマ目も作り方は同じです。レバーを戻して、アニメーションを一旦オフにします。コントロールキーを押しながら、マウスの中ボタンを押して、2コマ目のデータ付きのコマンドブロックを取得します。取得したコマンドブロックを、矢印の向きに気をつけながら、2つ、つなげておきます。3つ目のコマンドブロックを開き、コピー元の座標を修正します。綺麗に並べているので、足し算で3コマ目の座標がわかります。同じように4つ目のコマンドブロックを開き、コピー元の座標を修正します。できました。スイッチオン。見事にプロペラがぐるぐる回っています。今回はぐるぐる回るヘリコプターのプロペラを作ってみました。同じ方法で、いろいろなものを、ぐるぐる回せると思います。皆さんも、作ってみてくださいね。